にちは。Python VTuber のサプーです。今日は Python でデスクトップアプリを作成する方法について解説したいと思います。いつも Python の書き方を解説している動画が多いんだけど、今回の動画は実際に動くアプリを作る実践編って感じですね。やっぱり動くものが作れるのはとっても楽しいので、かなり長い動画になっちゃったんですが、ぜひ最後まで見てみてください。このチャンネルは無料の Python プログラミングスクールっていうコンセプトで Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。まず前提としてこの動画ではコンピューターに Python がインストールされていて Python の基本的な構文について理解していることを前提に説明を進めますね。もしもまだ Python をインストールしてないし Python の基本的な書き方がわからないよって人は Windows と Mac に Python をインストールする方法の動画と Python の基本的な書き方の復習動画、そしてクラスの継承の動画を出しているので、そちらを先に見てみてください。ところで、デスクトップアプリってなんだって思った方もいますかね。デスクトップアプリっていうのは、コンピューターのデスクトップ上で動くアプリなんですが、なんかそのままですね。一般的にはアプリっていうと、スマホアプリを思い浮かべますかね。スマホアプリはスマートフォン上で使えるアプリで、パソコン、Windows とか Mac の中にはインストールできないし、パソコン上では使えないですよね。でも、今回作成するデスクトップアプリは、逆にスマホとかタブレットでは使えないんですが、皆さんが持っているパソコンの中でだけ動くアプリになります。で、今回デスクトップアプリを作るのに使うライブラリは、Python の標準で入っているライブラリ tkinter になります。この tkinter、アイディア次第でいろんなことができるんですが、例えば以前に解説した Excel の操作ができる OpenPyExcel と組み合わせて Excel のファイルを操作するようなアプリだって作れちゃいます。他にもちょっと前に紹介した Twitter のツイートを取得する API を使うことで、あるタグがついているツイートを自動的に表示させるアプリなんていうのも作れちゃいます。Excel と組み合わせる方法については、この動画の後半で説明するので、まずは tkinter の基本的な書き方について解説していきますね。まず tkinter には tk オブジェクトっていうのがあって、これがトップレベルのウィジェットになります。ウィジェットっていうのは tkinter では表示される画面、ウィンドウとか、ボタンとかメニューとか部品のことを言います。tk オブジェクトはトップレベルのウィジェットなので、作成するアプリの一番土台となる部分、表示される全体の画面のことを指しています。まず、このアプリの一番土台になるオブジェクトを作成します。インポート tkinter で tkinter をインポートして tkinter.tk でこのトップレベルのウィジェットのオブジェクトを作成してルートっていう変数に代入します。このルートがアプリの土台の部分ですね。せっかくなのでこのアプリにタイトルをつけましょう。ルートをドットタイトルでタイトルのメソッドを呼び出して引数にアプリのタイトルをつけます。ここで設定した文字列は、このアプリの画面の上のバーに表示されます。次に、このアプリが起動した時の画面の大きさを設定します。ルート .geometry で、ジオメトリーメソッドを呼び出して、引数に横のピクセル数×縦のピクセル数を文字列で指定してあげます。最後に、ルート .mainLoop で、メインループメソッドを呼び出して、実際にアプリを起動させる命令を書きます。普通はメインループの前にアプリの中で表示したい部品とか実行したい処理とかを記載するんですが、何も書かずにこのメインループを呼び出すと、ただの空のアプリの画面だけが表示されます。まだ何も処理は書いていませんが、一旦ここまでの動きを確認してみましょう。さっき説明したみたいに、インポート tkinter でインポートして、アプリの土台になるウィジェットを作成して、そのアプリのタイトルに今回 SAP アプリっていうタイトルをつけて、画面のサイズを今回 400×300 に設定してあげてメインループを呼び出します。これを実行してみると、確かに何も書かれていない真っ白な画面が出てきましたね。でもちゃんとこの上のところに SAP アプリっていう風に書いてあります。次にまだ何もセットされていないアプリの土台に何か部品を置いてみましょう。で、部品を置くときにフレームっていうのを使って部品を一つのまとまりとして管理しようと思います。ここからちょっと考え方やコードが難しくなるので、なるべくゆっくり丁寧に解説するんですが、もしも途中でよくわからなくなっても、この部分はコピペで対応できるので、とりあえず聞き進めてください。
まず一つのフレームでまとめられている部品の塊を一つのアプリケーションっていうオブジェクトとして作成します。イメージですが、土台の大きいアプリケーションの中にフレームで囲った小さいアプリケーションを設置するっていう感じです。で、この小さいアプリケーションを作るためにアプリケーションっていうクラスを作成します。これは tkinter のフレームっていうクラスを継承したクラスとして作成します。このフレームっていうクラスは、さっき説明した部品を一つのまとまりとして扱うためのフレームをクラスとして定義しているものです。ちなみにクラスの継承については以前動画を上げているので、継承がよくわからないよって人は参考にしてみてみてください。で、このアプリケーションのイニシャライザーで、規定クラスのイニシャライザーを呼ぶんですが、そこにさっきのアプリの土台、ルートを渡したいので、このアプリケーションのイニシャライザーの引数で、外からルートを受け取って、規定クラスのイニシャライザーの第一引数にルートを渡してあげる必要があります。そして、このアプリケーションクラスで定義されている部分の大きさとか、フレームのデザインを規定クラスのイニシャライザーの引数として渡します。width は横幅、height は縦の長さってわかりますが、このボーダー width はフレームの境界に表示される線の太さで、リリーフはこの境界の線の種類を表します。今回リリーフはグローブに指定しています。で、このアプリケーションオブジェクトの位置を設定するために、self.pack を呼び出します。他にも位置の指定の仕方はいろいろあるんですが、一旦一番上に表示する引数の設定がないパックにしておきます。で、さらにこのオブジェクトのサイズを調整するために self.packProgate0 を呼び出します。引数で受け取ったルートは、この後クラスの別のメソッドでも使うので、インスタンス変数に代入しておきます。さっきも言ったみたいに、ここの部分、だいぶちょっと難しく感じるかもしれませんが、ここまでのコードはアプリの本質的な機能の部分ではないので、なんかあんまりよくわかんなかったなって人は、ここまでのコードはコピペして進めましょう。今回動画の中で紹介しているコードはすべて概要欄に記載するので参考にしてみてください。次にこのアプリケーションクラスの中に部品、ウィジェットをセットしてみましょう。ここからは皆さんのアイディア次第でいろんな形のアプリを作れる部分になるんですが、一旦簡単な機能の実装を解説しますね。まずこのアプリを終了させるボタンを作ってみようと思います。ウィジェットを作成する処理は一つにまとめておいた方が見やすいと思うので、Create Widgets っていうメソッドを作りますね。そこに tkinter のボタンクラスのオブジェクトを作成して、quit ボタンっていうインスタンス変数に代入します。ボタンの引数として渡しているこのセルフは、このアプリケーションクラスのオブジェクト自体っていうことですね。そしてこのボタンに表示する文字を設定するには、このボタンオブジェクトを各括弧テキストで、そこに表示させたい文字列を指定します。今回は閉じるっていう文字列にしてみます。で、実際にこのボタンを押した後に実行される処理をボタンオブジェクトの各括弧コマンドで指定するんですが、今回はこの土台のアプリ自体を終了させたいので、インスタンス変数として設定したルートのデストロイメソッドを設定します。最後にこのボタンオブジェクトの位置を決めて配置するために、バックメソッドを呼び出します。引数、サイドに何も指定しないとデフォルトでトップ、一番上っていうのが設定されるんですが、今回は閉じるボタンなので、一番下を表すボトムをサイドの引数に指定します。では、ここまでのコードを一旦動かしてみましょう。ちょっと長くて見にくいかもしれませんが、このアプリケーションクラスは一旦置いておいて、このトップレベルのウィジェットを作成するところと、アプリのタイトルをつけるところ、アプリの画面のサイズを設定するところまではさっきと一緒で、このアプリケーションっていうフレームで囲われた小さいアプリケーションのオブジェクトを作成するときに、トップレベルのウィジェット、ルートを引数に渡してあげます。で、このアプリケーションのクラスはフレームを継承していて、この規定クラスのイニシャライザーにこのルートを渡してあげています。そしてフレームで囲われているところの横の長さと縦の長さを指定して、ボーダーの太さとボーダーの種類を指定します。パックで位置を指定して、パックプロパゲートでサイズを調整して、このクラスの Create Widgets メソッドを呼び出しています。Create Widgets ではボタンオブジェクトを作成して、閉じるボタンを作成しています。コマンドにはルートの Destroy、つまり土台のアプリの終了のメソッドを設定しています。で、このアプリケーションクラスのオブジェクトを作成したら、
このアプリケーションクラスのオブジェクトのメインループを呼び出してあげることでアプリが起動します。これを実際に実行してみると、こんな感じでここにフレームができて、あと閉じるボタンができたのがわかりますね。実際にこの閉じるボタンを押してみると、アプリが閉じました。ここまで説明したら、だいぶこのアプリの基本操作が分かった気がしませんか？例えば、もっと部品を追加したい。テキストボックスを追加して、そこに入力した文字をプログラム側で受け取って何か処理をしたいなーって思ったら、さっきのボタンみたいに Create Widgets のメソッドの中にテキストボックスのクラスのオブジェクトを作ってあげたら良さそうですよね。では、テキストボックスについてはどうやって書くか説明しますね。テキストボックスを作るには、tkinter のエントリーっていうクラスのオブジェクトを作ります。これをインスタンス変数に設定して、width テキストボックスの幅を10に指定して、パックで1を指定して配置します。今回はこのテキストボックスに入力された値をクラスのインスタンス変数として持っておきたいので、セルフドットをつけておきます。さっきの閉じるボタンは他のメソッドやクラスの外からアクセスする必要がないものだったので、インスタンス変数にはしませんでした。次にテキストボックスに入力した後に、その値を読み込む処理を実行させるための実行ボタンを作成します。ボタンの作り方はさっきの閉じるボタンと同じですね。ただし、コマンドに設定する関数を自分で作る必要がありますね。なので、実行ボタンが押されたら、テキストボックスの内容を Python で読み込むっていう処理を実行するためのメソッド、インプットハンドラーを作ってみます。インプットハンドラーメソッドの中で、さっきのテキストボックスのオブジェクトが代入されているインスタンス変数、self.textbox の get っていうメソッドを呼び出します。そうすると、テキストボックスに入力されている値が取得できるので、テキストっていう変数に一旦代入しておきます。こんな感じでインプットハンドラーを作ったら、さっきの実行ボタンのオブジェクトのコマンドに、このインプットハンドラーを指定します。せっかくなので、受け取った文字列にエクスクラメーションマークをつけて画面上に表示させるようにしてみましょう。Create Widgets のメソッドの中に tkinter のメッセージクラスのオブジェクトを作成して、メッセージっていう名前のインスタンス変数に代入します。で、パックで位置を指定して配置します。実行ボタンが押されて呼び出されるインプットハンドラーメソッドの中で、テキストボックスから読み取った文字列をテキストに代入していたので、それとエクスクラメーションマークを結合した文字列をこのセルフドットメッセージのテキストにセットするっていう処理を書きました。これでテキストボックスに入力した値をプログラムで読み取って、エクスクラメーションマークをつけて画面に表示するっていう処理がアプリで実行できるようになります。このスライドだと全部のコードが入りきらなくて、説明部分のコードだけ抜粋しながらの解説だったので、ちょっと全体像が分かりにくいですかね。実際にソースコードの全体像を眺めながら、コードを動かして確認してみましょう。だいぶソースコードが長くなってしまったんですが、今説明したコードを加えたプログラムを書きました。さっき動かしたプログラムから加えたソースコードの部分は、Create Widgets メソッドの中のテキストボックスの作成の部分と、実行ボタンの作成、メッセージを出力するウィジェットを作成する部分になります。あと、実行ボタンが押された時に処理されるインプットハンドラー、ここのメソッドも追加しています。実際にこれを実行してみると、さっきとは違ってテキストボックスと実行ボタンが表示されていますね。ここにサプーっていう風に書いて、実行ボタンを押すと、サプーの後ろにエクスクラメーションマークが2つついたような文字列が表示されました。こんな風にボタンとかテキストボックスとか部品を Create Widgets に作ってあげて、ボタンが押されたら呼び出される処理を別にメソッドで作ってあげて、そのメソッドと部品をつなぎ合わせたら、なんかいろんなことができるなーって思いませんか？ tkinter で用意されている部品、ウィジェットはいろいろあるんですが、一つ一つの使い方はこの動画の中では説明しきれないので省略しますね。tkinter ウィジェットっていう風に Web 検索するといろいろ出てくるので、ぜひ使いたい部品のウィジェットを見つけて自分だけのアプリを作ってみましょう。でも、ここまでの説明で、あれなんかちょっとイメージと違うかもって思いませんでしたか？さっき説明して動かしたコードって入力した値にただエクスクラメーションをつけただけですよね。なんかもっといろいろデータ登録したり、
前に入力した値と今の値を比較したりとか、なんかそういうのやりたいなーって思いませんでしたか？実はアプリには、さっき動かしたアプリみたいにデータを保存しないタイプのものとデータを保存しておくタイプのものがあります。こういうデータを保存しておくようなことをちょっと難しい言葉でデータ永続化って言います。例えば電卓のアプリってデータを保存しておくアプリじゃないですよね。計算した後にクリアボタンを押したり、電卓のアプリを閉じちゃうと、さっきまで計算していた計算結果がわからなくなっちゃいますよね。それとは別に、例えばスケジュールのアプリとかは、何月何日はみんなでバーベキューとか、データを記録して保存しておいて、もちろんアプリを閉じてもまた開いたら、そのバーベキューの予定を確認することができますよね。さっき作ったのは、データを保存しないアプリだったんだけど、じゃあ T キンターでデータを保存するアプリは作れないのかっていうと、もちろんそんなことはありません。T キンターで作るアプリでデータを保存しようと思ったら、一番簡単なのはファイルにデータを書き込んでおく方法ですね。アプリに入力したデータをファイルに書き込んで保存しておけば、一度アプリを閉じても、またアプリを起動した時に入力したデータを使うことができます。以前、ファイルの操作っていう動画を出しているので、ファイルの書き込みってどうやるんだっけって方は、ぜひこの動画を見てみてください。今回は普通のテキストファイルじゃなくて、Excel と組み合わせた方法について解説しますね。Python から Excel を扱う方法については以前動画を出しているので、OpenPyXL の使い方が分かっている前提で話を進めます。まず Excel ファイルがあって、このアプリからその Excel ファイルにデータを書き込むような処理を行いたいと思います。さっきアプリケーションクラスに作った実行ボタンを押すと動くインプットハンドラーっていうメソッドをセーブデータっていう名前に変更して、さらに中の処理も変更してみようと思います。まず書き込むための Excel ファイルを選択するようなダイアログを出力する処理を書きます。tkinter のファイルダイアログっていうモジュールが必要なので、from tkinter import file dialog って書いておきます。また、Excel ファイルを扱うので、OpenPyXL についてもインポートしておきます。ファイルを選択するダイアログを開くときに、デフォルトで開かれているディレクトリをカレントディレクトリにしようと思うので、パスリブモジュールもインポートしておきます。パスの取得については前々回の動画、フォルダとパスの操作っていう動画で詳しく解説しているので、よければ見てみてください。で、ファイルを選択するダイアログを出力するために、tkinter のファイルダイアログの AskOpenFileName っていう関数を呼び出してあげるんですが、この関数の引数、イニシャルディレクトリの引数に、パスの CWD を呼び出して、カレントディレクトリの文字列を指定します。この戻り値がダイアログで選択した Excel ファイルのパスになっているので、OpenPyXL の Load Workbook で選択したファイルを読み込んで Workbook オブジェクトを作成して、その Workbook の1枚目のシートのシートオブジェクトを Worksheets 0で取得して、そのワークシートのセル、一旦ここでは B の1を指定して、そのバリューに取得したテキストを設定して、最後にワークブックをセーブします。実際にこれを動かして確認してみましょう。まずデータを保存しておくための Excel ファイルを作成しておきます。このコードが置いてあるディレクトリと同じ階層のディレクトリに AppData っていうファイル名の Excel を用意しておきます。そして先ほども言ったみたいに Passlib と tkinter のファイルダイアログ OpenPyXL をインポートしておきます。アプリケーションクラスのイニシャライザーはさっきと一緒で、Create Widgets の閉じるボタンもテキストボタンも一緒です。で、実行ボタンはさっきはインプットハンドラーだったんですが、今度は Save Data っていうメソッドにしました。で、メッセージを出力する部分は一緒です。で、この実行ボタンが押された後に呼び出される Save Data のメソッドを見てみると、テキストボックスから値を取得するところは一緒なんですが、tkinter の Fire Dialog の AskOpenFileName を呼び出して、ファイルを選択するダイアログを出力させます。選択した Excel ファイルを開いて、そのシートの1つ目のシートオブジェクトを取得して、そこの B の1っていうセルにアプリのテキストボックスで取得した値を設定してあげてセーブします。最後にメッセージの出力を保存完了っていう文字列に変更しました。また、このクラスの外はさっきと全く一緒です。この状態で実行してみると、さっきと同じ画面が出てきましたね。
ここに何か文字を入力して、で、実行ボタンを押すと、で、さっき用意していたアップデータの Excel ファイルを選択して開くを押すと、保存完了っていうメッセージが出力されました。で、実際にこの Excel ファイルを開いてみると、確かに B の1のところに、さっきアプリのテキストボックスで入力した値が保存されています。もちろんこれとは逆に Excel ファイルを選択して読み込んで、メッセージに設定して画面に表示させるっていうことも、ここまでのコードを組み合わせればできそうですよね。このコードだと一つのセルにしかデータが保存できませんが、例えばセルの指定もアプリのテキストボックスから文字列で受け取って指定したり、10個ぐらい一気に登録できるようにしたかったら、テキストボックスを10個用意しておけば良いですよね。例えばこんな感じで、10個のセルに10個のデータを保存できるようなアプリにしてみました。このコードのサンプルも概要欄に貼っておきますね。例えば、A の1に日付を入れて、B の1に洋服を入れて、C の1に5000円って入れて、これで保存を押してみます。そうすると、勝手にさっきのアップデータのファイルにデータが書き込まれるようにしておきました。で、保存の完了のメッセージが出力されたので、今度は読み込みを押してみます。この読み込みボタンを押すと、さっきのアップデータファイルを自動で読み込むような処理にしておきました。これを押してみると、今ここで入力した値がまた表示されましたね。で、一旦このアプリを閉じてみます。で、完全にアプリが今終了しているんですが、もう一度アプリを起動してみて、今度は特に何も入力せずに読み込みだけを押してみると、さっきアプリ上で入力したデータが出力されましたね。こんな感じで Tkinter でもデータを保存するようなアプリが作成できます。皆さんのアイデアを使ってぜひ自分ならではのいろんなアプリを作ってみてください。今回の動画の内容は以上になります。やっぱり自分のオリジナルのアプリが作れるのは面白いですよね。今回は Python の標準のライブラリ Tkinter を使ったデスクトップアプリなので、皆さんが想像するようなリッチなアプリよりも単純で簡単なアプリって感じではあるんですが、まず初心者の人がサクッと簡単に作るにはちょうどいいかなって思って紹介しました。今後は今までと同じように Python の書き方に加えて、もっと本格的なアプリの作り方についても解説していく予定なので、ぜひ楽しみにしててください。また動画の内容でよくわからないことがあれば、コメント欄に質問いただけたらできる限り回答したいと思います。この動画が面白いと思ったら、いいね、チャンネル登録してもらえたらとっても嬉しいです。Twitter もやってるのでよければフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。